自分が相手のことを思って言っていることとか、考えて考え抜いた上でやってることが伝わらない時ってあるじゃないですか。いろんな側面から考えた上で言ったりやったりしてるのにすごく軽視されたり、相手は相手の視点だけで見て鼻から批判してきたりってやっぱり生きてたらあると思うんですよ。自分自身が裏の裏まで考えて言ったこととかやったことを表面だけで判断されたりしたら、やっぱりちょっと悲しいじゃないですか。ということで今回はそんな時でも穏やかに過ごしたいという時に使える考え方をお伝えします。考え方っていうより実際にそうなんですけど、結論から言うと自分が発した言葉とか行動って全部アートなんですよ。アート作品って分かる人にはすぐその良さが分かるじゃないですか。でもなんとなく素敵だなって見ている私みたいな人には、その根っこにあるもっと深い本当の意味での凄さみたいなものは分からないですよね。でも後々詳しい人に聞いたり、いろいろな知識を足していく中で、そんな意味があったの？深っってなったり見ているだけならすごい簡単そうに見える絵とかでも、実はかなり難しい技術を使ってたりってよくあるじゃないですか。逆にあえて意味を持たせずに作ったものとかでも、誰かにとっては深く考えさせられるものになったり、そうやって作ってる側と受け取る側のコラボレーションで価値が変わるっていうか、意味が大きく変わるものだと思うんですね。で、言葉も一緒で、発した瞬間に完結するものってあんまりないと思ってて、もちろんその場ですぐに本質が伝わることもあるとは思うんですけど、ほとんどのことはちょっと咀嚼する時間が必要だったり、1年後とか2年後、場合によっては10年後とかにやっと相手に響くっていう場合もあると思うんです。自分で考えると分かりやすいんですけど、なんか意見を言われて、その時はなんか分かったような雰囲気出してみたり、内容によっては反発してしまったり、でもいろいろ経験を重ねたり、自分が似たような立場になったことでやっと本当の意味が分かってくるとか、そういうものってあるじゃないですか。だからその10年前なら10年前に聞いておいたっていう事実が大切だと思うんです。むしろその時に伝わらなかったからこそ意味が生まれることもあったりするじゃないですか。その時間を、その10年間っていう時間を含めて言葉の重みを感じれたり、意味を理解してなかった時間が長かったからこそ感謝できる自分になれたり、言葉を発したこと、行動を起こしたことで、それにプラスしてその瞬間の反応とかその後の時間が全部がこう複雑に絡み合って、やっといろんな意味を持ってくるものだと思うんです。でもそれを最初から言ってもわからないからって言わずにいたら、そのアートは生まれなかったじゃないですか。それはそれで言わなかったからこそ得る何かっていうのもあると思うんで、無駄にはならないとは思うんですけど、でもなんか言いたいことがあるとき、行動したい気持ちがあるときは、やった分だけ自分の中で作品ができるっていうか、その瞬間に分かってもらうことが重要じゃないんだって思えたら、少し気が楽になるし伝えやすいと思うんですよね。あともう一つ大切な事実があって、思いを伝えたり行動に移した時にその場で反応がなかったり、伝えたい相手に変化がなかったりすると、伝わってないって思いがちじゃないですか。でも意外と結構響いてることも多いっていうか、相手なりにゆっくり咀嚼して自分に落とし込んでるっていうパターンも多いと思うんです。ちょっと話ずれるんですけど、
昔流行ってるわけでもないのにスパイラルパーマをかけたことがあったんですね。本当になんか急にやりたくなってやったってだけで、そのスパイラルパーマかけたことには全く意味はなかったんですけど、でパーマかけた後も友達と普通に遊ぶじゃないですか。でその時も別に大きく反応された記憶もなくて、友達にいじられたりはしてたかもしれないんですけどでも普通に過ごしてたんですよ。でほんと最近知ったんですけど、私がそのスパイラルパーマをかけた時に一人の友達はそれを見て、うわ最先端って思ってたらしいんですね。それで数ヶ月後に自分もかけに行ったらしいんです。たまにしか遊んでなかったんでそんなこと全く知らなくて、まさかそんなところに私のそのなんとなくやったスパイラルパーマを響かせられていたなんて、その子がカミングアウトをしてくれなければ一生知ることはなかったんですよ。でもよく考えたらそういうのって結構あるなと思って、街で全く知らない人のファッションとか見て、ああそれいいなって思ったら自分に取り入れたりするじゃないですか。そういう時に別に声かけたりしないし、 SNS だとしても特にいいねで反応しない時もあるじゃないですか。でそのファッションを見てから自分なりにどこに売ってるのかなって探してみたり、本当に買おうかなって悩んでみたり、そうやって咀嚼する時間も含まれてるからすぐに取り入れることもなかったり、でも確実に自分にはしっかり響いてるじゃないですか。見た目では変化はなくても心には響いてるじゃないですか。だから目に見える反応だけでは判断できないことがほとんどだと思うんです。逆に見せかけだけ伝わってるように見せることも別にできるじゃないですか。だから見えてるものが全てではないんですよね。ただ大切なのは、本当に伝えたいことがあるときはその時に口に出しておくこと、やりたい時にやっておくことだと思うんです。そこから生まれるものとか育っていくものって結構計り知れないと思うんです。今までの人生でも飲み込んでしまってたら生まれなかったものってたくさんあると思うんですね。行動しておかなければ出会えなかった人とか、そういうのばっかりだと思うんです。で、年を取れば取るほど昔いろいろなところでまいたアートがいろいろなところで評価されるようになったり、年を取ったからこそ本質を理解してもらえたり、何気なく言った一言が誰かの人生の中でさらに装飾されて、より魅力的なアートになっていくこともたくさんあると思うんですよ。で、そういうのってなんか嬉しいじゃないですか。だし、私もやっぱりいろいろな人やものにこれからも影響されて人生をもっと楽しみたいんですね。だからもっとたくさんの人の言葉を聞きたいし、いろいろな行動に影響を受けたいんです。自分より長く生きてきた年配の方とか同世代の方ももちろんそうだし、今はまだ子供と呼ばれている年齢の子たちとも、そういう年齢とか性別とか関係なくみんなで刺激し合ってそれぞれの人生を磨けていけたら素敵だなと思っています。こんな感じで自分の言葉や自分の行動の意味が相手に伝わらない時も、アートだからすぐに伝わらなくてもいいんだってちょっといつもよりゆるーく思えたら、もやもやする時間がほんの少し減るんじゃないかなと思って発信させていただきました。この何でもない人間の独り言が誰かの何かのお役に立てれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。